皆さんこんにちは。今日も一日お疲れ様です。音楽を作りながら暮らしております私マリエと、そしていつも絶妙なタイミングでカメラインしてくれるあーちゃんです。本日も堂々としておりますね。東京は雨が続いて涼しくなったかと思えばカラッと暑い日差しに変わったりと気温差が激しいですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。そんな日々の中で私は最近も変わらず編み物修行をコツコツ続けています。修行というとなんだか大げさですけど、本当にそんな気持ちなんです。編み物って静かなのに奥が深くって毎回なるほどそうきますかの連続です。昨年12月からですね、人生で初めてセーターを編み始めまして、仕事をしながら子供たちを寝かせて台所を片付けて、ようやく少しだけ訪れる時間の間にポツリポツリと編み進めてきました。毎日ほんの少しずつ、まるで冬を縫い留めるみたいに。そして今なんと最後の仕上げまで来ております。ここまで来ると完成が楽しみな気持ちと、終わってしまうのが少し寂しいなという気持ちが半分ずつですね。編み物って不思議で、完成品ももちろん嬉しいんですけど、編んでる時間そのものが暮らしの一部になっていく感じがしますよね。今回編んでいるのはアムヒビさんのクロスセーターです。編み進めながらいろいろ分かってきたこともありまして、まず以前にもお話ししましたけど、5目以上渡る編み込み部分は途中で1回糸を絡ませた方が、編み込んだ方が裏側がかなり綺麗にまとまる印象だなと思いました。あと着る時に指が引っかかる事件も減りますよね。それからこれはかなり個人差があると思うんですけど、襟元を割ときつめに編んだ方が私はいいかなと思いました。最初少し緩く編みすぎたみたいで、襟が見事にそっくり返ってしまってペロンと外側へ主張していたので、今こっそり直してます。本を購入すると付属でチェックシートがついてくるんですけど、これは本当に便利で、今どこ編んでるのか何段目なのか、夜中のぼんやりした頭でも見失わずに済むので、これは今後も活用したいなと思いました。ただ袖の目数とか針の号数変更とか、あれここどうするんだっけ、どうするんだろうって少し悩む箇所もありました。なのでもしこちらのセーター編まれる方がいたら、そこは一回ね確認しながら進めるといいかもしれません。あとラグラン線に出てくる模様もですね、最初は本の通りに編んでたんですけど、そのままだと左右対称にならなくって、私の見方が悪かったのかもしれないんですけど、そこがねどうにも気になってしまって、結局静かに編み直しました。でもこういうどこまでこだわるかって本当に人それぞれですよね。パッと見でわからない部分でも自分の中でこっちの方が落ち着くがあると、つい手を戻してしまう。編み物って糸を編んでるようで、実は自分の気持ちを整えている時間なのかもしれません。水通しをしてしっかり乾かしたら完成です。そしてついに完成しました。もう達成感が半端ないです。こんな感じ。どう？いい？
最後の糸始末を終えてセーター全体を持ち上げた瞬間、しばらくできてると眺めてしまいました。昨年の冬から少しずつ進めてきたものがちゃんと着られる形になっている不思議。夜更けに編んだ紐、夜明けに編んだ紐、子供たちがお昼寝している横で編んだ紐、ちょっとこううつうつとしながらほどいた紐、全部この一着の中に編み込まれてる気がします。その時の季節とか気持ちとかね、暮らしの空気まで一緒に閉じ込めた気がします。ラグラン線もこんな感じになりました。最初は左右対称にならなくて、どうしようとしばらく眺めてたんですが、やっぱり気になってね、編み直してよかったですね。こう気になってるとこそのままに残すとね、毎回着るたんびに直せばよかったのかな、直せばよかったなって思うと着るのがね嫌になっちゃいますよね。なのでこだわってよかったですね。さて、ここで一曲お届けしようと思います。最近あったかくなってきて、家ではゼリーばっかり作っています。前回の動画もゼリー登場しましたよね。冷蔵庫を開けるたびにガラスの器の中でこうプルプル揺れる透明な色を見るのがなんだか小さな楽しみになっていて、午後の光がそこに差し込むとテーブルの上に淡い影がにじむんですよね。冷たさのある光というか、夏の手前の少し青い空気というか、そんなね景色をぼんやり眺めながら光をスケッチするみたいに曲を書いてみたいなと思って、この音楽スケッチを書きました。タイトルは両影、涼しい影と書いて両影と読みます。なんだか昔からある綺麗な言葉みたいで調べたんですけど、どうやらそんな単語はないそうで、でも妙に気に入ってしまってそのままタイトルにしました。それでは聞いてください。One, two, three, four.いかがだったでしょうか。少しだけ気持ち涼しくなりましたかね。夏の手前の光にはまだ少しだけ春の名残が混ざってて、白く反射するっていうより静かにこう滲む感じがするんですよね。窓辺に落ちる影とかガラスの器の底で揺れる光とか、そういうものをぼんやり眺めてると、音楽って結構景色から生まれるんだなと思います。さて、本日のお目座はですね、静岡を代表するお菓子コッコです。皆さんコッコはご存知でしょうか。静岡とか浜松と聞くとやっぱりうなぎパイの印象が強いですよね。ママ食べる？コッコは食べれないよ。
おいで。新幹線の売店なんかでもよく見かけますし、もちろんうなぎパイも美味しいんですけど、私は割と昔からこちらのコッコを推したい派です。パッケージもですね、昔からほとんど変わっていなくて、素朴な黄色を見るとなんだか妙に安心するんですよね。子供の頃に見た景色がそのまま棚に並んでるみたいな感じなんですかね。よく萩の月に似てるって言われたり、時にはパクリなんて言われたこともあるんですけど、私は結構別物だと思ってますね。むむちゃん、降りていいよ。降りていいよ。イカ耳さんになってるよ。むちゃん、行っていいよ。萩の月はもっとずっしりしてて、一つでしっかり満たされる感じ。対してコッコはもっと軽やかですよね。ふわっとしてて、口の中で春の雲みたいにほどけていく感じと言えばいいんですかね。でもその軽さの中にちゃんと卵の風味とか生地の存在感があって、蒸しケーキの美味しさだなと思います。お茶と一緒に食べるとなんだかほっこりする味なんですよね。皆さんのご当地にもこれが有名だけど実はこっちが美味しいんですみたいなお菓子や食べ物ありますか？地元の人だけが静かに推しているものってなんだか惹かれますよね。ぜひ皆さんの密かな名物も教えてくださいね。さてさて、次回もまた音楽と一緒にいろんなものを編んでいこうと思っています。毛糸だったり暮らしだったり、時にはまだ名前のついていない気持ちみたいなものだったり、もし皆さんの中でこんな曲は書けますか、こんな景色の音楽を聴いてみたいですとか、何かお題のようなものがあればぜひ気軽に寄せていただけたら嬉しいです。雨の匂いとかね、夜更けの台所とか、アイスが少し溶ける音みたいなものでも何でも構いません。音楽って不思議とどこにでも潜んでますよ。四季折々いろんな香りがあっていろんな色があって、耳を澄ますと小さな音がちゃんと暮らしの中に落ちています。世界はそういう小さな好きとか綺麗とかそういうもので溢れてますよね。またこのチャンネルでそんな景色を一緒に拾い集めていけたら嬉しいです。季節の変わり目、皆様どうかご自愛ください。それではまた。音楽作家のまりえでした。